始まりました。スプラトゥーン攻略チャンネルスピックスメロンと、ダイナモンです。はい、お願いします。お願いします。今回はですね、もちぶきの教科書編ということで、ついにね、踏み込んだ攻略っぽいことを、これが知りたかったんだよっていうね。そう、52ガロン。今日は。そうだね。どっちの52の話をするの？まあ、基本的には無印かなって思ってる。デモラシールドとメガホンの方ね。うんうんうん。52でこう、強いんだけど、まあ、まだね、もうちょっと掘ってからか、メロンもうちょっと掘っ自身が。てるからね。うん。そうまあまあまあ、なんでその、無印を解説しつつ、デコだったらこういうことできるみたいなのが、一応あそうだね。ればね。うん。じゃあうん。早速行こうか、じゃあ。早速行こうか。なんでまず52ガロンなのかっていうそうだね、ところからなんだけど、数あるシューターの中でね、うん。シューター種は多いから、そう、その中でなシュータんで、ーしてね、なぜ52を。結構、寿司とか、シャークラとか、いろんな武器なんだかんだで持つんだよね。いや、使ってたよね。スプラ3の最初の方はそれこそ、シャープまでね、ブイブイ言わせてたわけだから。そう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 。まあ、ブイブイっていうのはわかんない。シャープまで無双してたからね、メロンは。カニタンクの調整とかもありつつ、まあ、食い物弱体化とかもあって、まあ、シューターの人気は寿司とかにも割と行った人が多いのかなって印象だったんだけど、なんか急にね52で XP を上げ続けるっていう。最初は2の頃、やっぱ最後の方使ってたじゃないですか。52ガロンベッチュ。強かったよ。だったんで覚えすけど、てます。まあ、一旦、まあ、2は終わりまして、3になりまして、まあ、52のサブスペ見て、いや、これあんま強くないんじゃないかってまああんまりなって、メガホン武器でね使われてるもの少なかったしね。そう。で、しばらく使ってなかったんだけど、スタダが強いぞってなっああ、て、スタダが始まりなんだ。うん。そう。で、最初はシャープマーカーでスタダ使って、まあいい感じじゃん。まあ食い棒カニタンクでね触れる敵は多いからそう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 。維持はしやすそうだね、スタートダッシュの。で、シャープマーカーがちょっと寿司の影響で弱くなって、うん。っていうタイミングで僕、次寿司のスタダをやって、あ、寿司でスタダ。結そ構ね、寿司はなんかメインで戦うと、なんか割とメインだけになっちゃったりとか、う。スペシャル貯めようと思うと時間かかって、うんうんうん。スタートダッシュは維持しづらそうな印象を感じるけどね。だけど、どうだったの？うん。もう強くて、強かったんだ、それも。その時も結局エリアの最終1位を寿司でも取れて、あ、寿司でも取ってるんだ。いやシャープまで取ってたなみたいな。シャープまで取ってて、次何使うんだろうで、いつの間にか5になってた印象だったけど、寿司でも1位取ってんだね。最初の2シーズンがシャープマーカーで、うん。その次の2シーズンが、寿司で、あ、結構寿司やってるね、じゃそあ。あ、う。で、そうなんだ、ちょっその次、と。うん。その次で、じゃあまあ寿司のスタダは強かったな。じゃあ、ゴーニャロンってどうなんだ、うん。強そうではあるよねっていう感じで、持ってみまあね、たんですよ。試しに。そうまずは試しに試しに。持ってみたら、なんか、いいんじゃね、なんか強くねってなって、そこから、まあ、他の武器に変えるって感じもなんかそんなあれだし、気分でもないし、とりあえず52ガロンを使い続けてみるかと思って使い続けてたら、なんかみるみるうちにパワー上がってって、あれ、うん。ね、みるみる上がもしかして、ってね。もしかして52強いって思って。っうん。ていうので、まあ最初はね、使い続けた感じですね。でやっぱ、そのメロンが使うことによってさ、はい。その、やっぱ真似してじゃないけど、5の使用率自体上がったと思うんだよ。でもやうん。っぱさ、その、メロンレベルで後に続いてる人はいないから、実際今日これどうやって使うべきなのってのはね、知りたい人いっぱいいると思うよ。氷の強いところは、こう継戦能力の高さ。あこうまず
一人一対一の対面します、うんうんそのために勝ちましたっていう後にまた敵とすぐに戦える能力の高さ連続して、まあ、一応連続で敵を倒しやすいわけだ、じゃあ。ですね。連戦能力も高いうん。し、まあなんか普通になんだろうな、こう維持するときにポジションをこああ、そう、最初の1対1が終わんなくてもっていう。うそう1対1が終わんなかったりとか、普通に時間かけて戦うっていうときにインクがやっぱ他の武器だとなくなりやすいと思うんだけど、52ガロンはそのインクがなくなったときに回復するこのなんて言うんだろうな、手段というか、こう時間を作りやすい。例えば、まあ、うん。シールドを置くじゃないですか。うん。そのシールドの裏で一旦シールドが壊れるまで、インクを回復するとか、うん。本当にもう無理だってなった時は、メガホンレーザーを使うと、このゲームスペシャルを使うとインクが回復するっていう仕様があるんで、まあ、マックスに戻るよね。そうマックス戻るんで、シールドを置く、ちょっとメイン打つ、インクが足りなくなったっていう時にスペシャルでメガホン打って、こうもう一回シールドを置き直してもう一回対面し直すとか、そこでメガホン入ったから反転して敵に詰めて倒すとかっていうこともできると。ああ、逆にね、その、追い詰められたと、相手がね、追い詰めたと思ったところで、スペシャル使っても形勢逆転みたいなそうそうそうことができるわけだ。そういうこと。いや、それぐらい、まあ、あれだよね、その、この一瞬でインク回復できるっていうね、スそうペシャルの強さはね、やっぱスプラトゥーン1からずっと多あるから分ね。ダイナモローラー使ってたからナモンさんの時に分かそうそうるんじゃないですか。そう。もう、一番好きなスペシャルの使い方だね。俺からしたら。スーパーセンサーでそうね、そうそう。イインク回復にね、使うってのは。うんうんそれができるんだ、52ガロンは。そうそれがすごくしやすい。確かにメガホンレーザーはさ、その、3のメガホンになってからは、なんか、勝手に攻撃してくれるスペシャルになったから、そう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 。そのメインを使うのをね、阻害しないからいいよね。ずっとメインで戦える。そうシールドとかそのスペシャルのメガホンっていうのが隙を作らないスペシャルうん。サブスだから、そういうこともしやすいっていうのがやっぱ52柄のすごく一個強みだと思う。継戦能力が高いと何がいいかっていうと、こう対面っていうかこの敵と打ち合う中でうん。敵に隙ができた時にすぐに倒しに行ける。相手に隙ができる時間をこう見つけやすくなるというか、長い時間打ち合うからこそ相手に隙ができた時、なんだろうな、できやすい。ああ。だからちょっとそこが、その、相手甘えたなと思っても他の武器だと、まあでもここはインク回復しないといけなかったなみたいなそう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 ことで詰めれないとか、その、うわ、インクあれば勝ってたみたいなのが起きづらいんだ。ちゃんと、そのチャンスを見極める実力があれば、活かせると。そう他にも52ガロンの強いところって言ったら、まあ、すごくシンプルに基本的なことを言うと、まあ、ダメージが高いとか、ダメージ高いね。まあ、その連射力も結構あるからこう無理やり相打ち以上持っていけるとか、普通に対面強いよねとか。シューターの中で2発で落ちるってなかなかないもんね。そう連射速度で2発で落とせるっていうのは本当に強いなって思うね。まあ、まあ唯一5人無二のうん性能だよね、それは。そう52ガロンのキル速って多分シューターの中だと本当に一番レベルで速いはずだから、そうだ、キルタイムが速いっていうのもまた一つね強みだと思う。弱いところなんだけど、教えてほしいね。ちょっとその、つきたいから、弱点を。まあこう弱いところっていうのもちょっと難しいんだけど、うん。こう長所手相手の詰め方っていうのがこれほんとすごく難しい。シールドがあるけど、うんその、下手にちょっと低めのところに置いちゃうともうそれ以上出れなくなっちゃう。そう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 。やっぱりね、その52ガロンの一個弱みが射程が短いっていうのと、あとシールドとスペシャルのメガホンが遠くの敵を倒すっていうこのことに向いてない。
まあ、超遠くで撃たれたらまず死なないね。でね、やっぱり相手はそれ以上ライン上げてこれないし、結構。うん。これね、長射程相手に詰めるっていうことを、まあ、しなきゃいけない場面ってちょくちょくあると思うんだけど、うん。これがすごく難しかったり、こう、シビアっていうか、どう車線管理をして、どう、こう、メガホンを使ってとかっていうのがすごく難しい。もう工夫しないといけない部分になってくるんだ。そう。やっぱそこが。そう、ちゃんと頭の中でイメージして構築して、うん。こういうルートでこういうやり方でいこうっていうのをしっかり作りたい。なんかこれ対戦ゲームにおいて、特にシューティングゲームですごく重要な考えだと思うんだけど、いくら相手が上手いとか言っても、結局相手は人間なんですよ。まあ、それはそうだね。だから外す可能性もあるし、こっちが相手に対して、例えばスペシャルのメガホンを相手に向かって撃ちますってなった時に、メガホン撃たれた敵は迎え撃つっていうこの行動がすごくしにくくなると。メガホンも来てるから避けないと。でも迎え撃たないとっていう。うん。これをちょっとでも、こういうなんか一手間、一個相手を邪魔するとか、リソースを多くする。うん。揺さぶりをかけるわけだね。かけるみたいな。とかってことをやると、相手は弾を外しやすくなったりするっていうね。まあそういうところもあるから、まあ、弱みは弱みなんだけど、まあそれをね、うまくなくすためとか、こうね、やっていきたいっていうのはあるね。うまく考えたら、まあ、そうね、この武器来たら無理とか言ってたらね、XP5000 いけないから、ある程度やっぱね実証してるわけからよね、そこは。きついよ、不利をちょっとね、覆すためのね。絶対不利なね、試合もあったわけだから。弱いところで、ちょっと今はちょっと思ったのは、ヒル速の速い長射程の相手に対してすごく弱い。それはね、例えばどういう武器なの？キル速の速い長射程っていうと。例えば、イグザミナーとか、ああ、速いね。あとは、まあ普通にスピナー系は結構きつめかな。うん。あとはそうだな。塗りが強い相手に対してもちょっときついかな。ああ、塗り負けも確かにね。意外と塗れるっちゃ塗れるけど、やっぱ、一気に塗れないもんね。メインでしか塗りがないから。そう。だから、なるべく、やっぱりそういうのがない、こっちが強みを出せる。うん。まあ、相手の土俵では、そうなるべく戦いたくないっていう。戦いたくない。52ガロンはすごい隙をつくのが強い武器なんだけど、ね、隙がそもそも少ない武器っていうのがすごくきついね、52は。もう隙を見せていけないんだよ、じゃあメロン相手には。僕相手というか、52相手です、52相手。このメインの具体的な使い方は、これはね、まあ、52ガロンって基礎塗り力がね、かなり高いと思うんだよね。あるよね。ここれね、みんな、使ってない人はね、あんまり、もしかしたら、塗り強いのみたいな。もしかこの、スプラトゥーン1で止まってる人とかは、うん、ここにが塗りみたいな。驚いてる可能性ある。まあ、2の最後らへんだったかなに、まあ、52ガロンの塗りが強化されてから、しちゃったんだよね、今日からね。そう、あそこから全ては始まったんだけど、52ガロンは本当に素のね、基礎塗りの力がだいぶ高くて、同じシューター系統の武器だったら基本的には塗り勝てるかな。サブスペを使われなかった場合は本当に塗り勝てるぐらいで、だからまあ、エリア塗り合いだったり、まあ、ポジション維持に必要な塗りを確保できると。その上、まあ、ダメージもね、やっぱ 52.0 ダメージ。これも52ガロンね、特徴なんだけど、これもね、ダメージも高いから、まあ、詰めるにも強力だし、まあ、使い方っていうので言うと、まあ、維持するのにしっかり塗りましょうっていう感じだね。維持するのに。ああ。ちゃんと塗るんだ。ちゃんと塗る。なるほどね。でもメロンテはなんかもう、で、試合終わった時にキル数がとんでもないことになってる印象がすごくて。なんか、
塗り合いはするんだけど、しっかり。うん。するんだけど、その塗り合いっていうのをなんでするかっていうと、相手の隙をそれを作るためなんだよね。相手の隙を見つけて、それを刺すための準備時間っていう。なるほどね。今塗り俺合ってら塗り合いしてるよなみたいなところから裏切っていくみたいな感じなんだ。そう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 。塗り合いすると思った隙を伺ってただけなんだよっていう。そう、こっちは隙伺ってるだけなんだよ。面白いなぁ。そう、そのための、まあ、塗りっていうのを、塗りをするっていう形だから、俺はその、個人的にすごいこの、自分の長所、自己分析みたいな部分なんだけど、その隙を見つけるのがすごい得意だから、塗り合いする、すぐに隙を見つけれる、そこを刺す、で、キル数が結果的に伸びる。その素早いから、スピードが速いから。だからスタダが好きっていうのもあるんだね、じゃあ。そう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 枠に対して速度の恩恵がすごいもんね、あれは。そう、そこで塗り合いしてますよーっていう風にしてから、一気に詰めて、一気に取り切る。今日切る仕切るっていう動きが、スタートダッシュだとすごくしやすいから、まあ、そこもね、俺はやっぱりスタートダッシュを使う理由っていうのがあるよね。52でやりたいことと噛み合ってるわけだね。そう。とか、まあ、メインの使い方で言うと、あとは普通にエリア塗り合い。もうこれ以上隙を作る動向じゃなくて、そもそもカウントがもうあと残り少ないですよとか、エリア塗られちゃいけない状況ですよっていう時には、しっかり、まあ、塗り合いもちょくちょくする。これも、ノックアウト間近とか逆に相手がリードを取りそうとか。そう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 、とかっていう時は、自分も塗りが強いから、しっかり止めるところまで行くとか、取り切るところまで行くとか、それも、まあ、ちょっと状況による部分はあるんだけど、まあ判断力を鍛えなきゃいけない部分だね、各自が。そうそうそう。ハブは、まあ、基本的には敵の車線を、まあ、減らすため。スプラッシュシールドね。と、スプラッシュシールド。とか、これは奥深いっすよ。タイミングでね、難しいなと攻撃を受けないために使ったりするんだけど、これはね、でもね、意外といけますよ。意外といける。ね、うん。ルールがあるの、なんか、使い方の。でこれなんですけど、車線をね、広げられて、1対複数の時ですね、シールドは基本的に。1対複数の時に、この車線を広げられちゃって、1対2でこう車線を通されちゃう、横から撃たれて。こういうことがあると思うんですけど、シールドでは。これを、自分がこのシールドに近づくことで、複数の相手の車線を切るっていうね。なるほど。すごい単純なんだけど、まあそりゃシールドに近づいたらその分ね、こう、横から撃たれても、こう防げる角度っていうのが広がる。ちょっと置いた瞬間は遠いもんね。そう置いた瞬間は割と前に投げるから。そう前目になっちゃうんだけど、敵がすごい横から近づいてきたとかってなった時は、こういう風に自分がシールドに近づくことで、こうね、シールドのあれを防げるっていうね、シールドというか、相手の車線を防げる。もう普段から使えるっちゃ使えるよね。結構壁とか置いてあるから、壁とかバルーンとか。そう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 。これは結構ほんと車線管理になるんだけど、まあシールドっていうのは、基本的にはこの敵の車線を減らすため、が、こうね、届いてるというか、通っちゃってる車線を減らすためとか、まあ、すっごい単純にシールドのシンプルな使い方として、対面時に攻撃を受けないためにね、1対1の状況でね、使ったりすると。まあ、すっごい強い性能してるもんね、シールドって。そう、シールド自体は本当にすっごい強い性能してるから、これはね、シールドのうまさは、本当に、だいぶね、重要。52ガラン使う上で。こういうなんか銃を撃ち合うゲームでさ、うん。その、一方的に撃てますよってなかなか見ないもんね。そう。大体が、まあ、どっちの攻撃も通んなくなりますよっていうのが多いと思うんだけど、スプラトゥーンのシールドは、シールドとかバリアは、こっちの攻撃だけ通りますよっていう。こっちの攻撃通れるし、こっちだけ移動も抜けれますよっていう。そう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 。これはね、まあ、言っちゃうと強いに決まってるせいなんだけど、そこをね、そのボムがあることによってうまく抑止してはいるっていう。そう。まあ、シールドをうまく使えると、
これ1対複数の戦いでも相打ち以上に持っていけたりとか、2枚以上持っていけたりとか、まあ一人のね、車線切れるだけでも、うん。一旦怠慢とかにできるわけだもんね。そう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 。うんナモンさんが話してた、なんかメロンと対面すると2枚以上持ってかれちゃうみたいな。そうそうそう、3対1、2人さばかれたからね、なんか。ああいうのも、こうシールドをうまく使えてるから、こういう風に、そういう風に、まあ、1対複数だったりとかでも、まあ、2枚以上持っていけたりとか、なんなら全員倒すことだって不可能ではないし。いやー、そうメロンの思惑としてはないかもしんないけど、うん。結構惑わしてると思うわ。惑わしてる。そう、メロンが単純にそのシールドとの距離を近づけて、2人分の車線を切ろうっていう動きを、あ、シールドの前行くって勘違いしてるパターンもね、結構あると思う、それ。うん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 。なるほどね。うん確かにね。まあ、やっぱ怖さがあるのは、うん。そう近づいた分、シールド壊れた時に相手の射程の中入っちゃうんじゃないかみたいなのは。ああ、あるね。なんだな、こう対面時にシールドを置く、うんで。そのシールドに近づく、で、まあ、これ1対2とか1対3とかの話になるんだけど、まず先に近づいてきた敵の方を倒す。近いやつからね。近いや近いつから。敵から倒して、倒す。で、倒した瞬間に一回シールドから離れる。もこれはもう、なんか元々いたところ、まあ、手前側う、に戻るとか。うんそういうので、一旦正面の敵と、一番遠い敵と距離を取る。で、インク回復する。で、もう一回シールドを置き直すっていう動きなんだけど、欲張んないんだ、そこで。よくわかんない。そこから持っていこうとすると、こっちが先にダメージ食らってることもあるし、しかもそのシールドある有利な状態じゃない打ち合いになっちゃうもんね。そのそう一そうそうそう。人倒してる間に。そう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 。倒して生き残れたらそれはね、それはいいよね。理想だよね。理想だよね。うん。はい、じゃあまあ次ね、スペシャル。まあ、メガホンスペシャル、レーザー。そう、メガホンレーザーなんですけど、メガホンレーザーは、詰める時に使ったりとか、あと手前処理に使う。まあ、まず、詰める時っていうのは、これは、敵がどこにいるかうんっていうのと、あと、どの敵をどう動かすかを考える。この2つだね。まあ、敵がどこにいるかっていうのは単純に索敵の意味なんだけど、まあ、メガホンレーザーって敵の位置がわかるじゃないですか、潜伏してても。わかるね。イカ状態関係なくロックしてくれるから。そう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 。だから、まあ、まず敵がどこにいるかっていうのを見るためのものでもあって、じゃあその敵がどこにいるかが見えた場合、見えてうん。何をするか。これがこのどの敵をどう動かすかっていうね、話になるんだけど、ロックした敵が、どっち移動するかをちょっと考えるんだ。どっち移動するかとか、こっちが、なんだろうな、こう、メガホンレーザーってこの3つあると思うん3だけど、つあるね。この2つこの敵に入れたら、この敵はリソースがうん多すぎてとか、ダメージ的にきつくなって一回引くから、その間に右高の敵に詰めれるなとか。もう、ロックしたやつじゃない方を行ったりするんだ。そう。ロックしたやつっていうのは、確実に倒すためとかではなくて、うん。これは、引かせるためとか、一旦移動させて、その間にどこかの敵に詰めるために使うとか。だいたい一番近くて高台真下とかに潜伏するタイプの武器って、位置バレるときついこと多いもんね。そう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 。で、しかもなんかその、動かせさえすればいいみたいなことも多いしね。ローラーとかブラスターとかで。そう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 。動かしさえすればいいっていうのもね、ほんとうんそうなんだよね。メガホンレーザー思った以上に、この3つあって、こう1つずつ別の敵を狙うことができるっていうのが、これ本当に強みなんだよね、メガホンレーザーの。じゃあ、基本は複数ロックになるわけだ。そうその、タンタンタンで。そう、あれを、視点をちゃんと動かせば、動かして、こう角度とか割と合わせると、これ狙いたい敵をかなり狙えるようになるんだよね。この黄色が自分だとして、5人絡みの人だとして、まあ相手が青。
だとすると、こう、こう向いてた場合、視線が。こういう風に見えてた場合、ここの敵を狙うんだよね。この青の1のやつの方が近いんだけど、うん画面に、そう今、1の目線で映ってるのは、画面内にいるのは、この2のやつだからこっちに行くみたいな。うん、そっち優先されるよね。そう。だからちゃんとクリアリングしないとさ、うわ、手前のやつ抜けてたんだけどみたいな。うん、そうそうそう。でじゃあ、あの高値のやつにメガホン打ちたいんだけど、手前のやつに引っかかっちゃうっていうことがあると思うんですよね。これ引っかかんの今のバルーン左端まで来てると、上向いてても無理なのこれ。上向いてても、こう下に引っかかるんですよ。まあちへょっと左上に行くと、目線を動かすと、向こう側にひっついてくれるんですけど、結構近距離優先があるんだ、メガホンってこれ。近距離優先とかが意外とあるんですよ。でも使いやすくいい調整ではあるね。その手前の潜伏を見たいから、見そうそうそう。逃しづらくは。そう、見逃しづらくはあるっていうのは、いいところなんですけど、だけど、ちょっと、チャージャーとかしたいとかの時は、知らないと、えってなっちゃうよね。そう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 全部手前のやつ吸われたんだけどっていう。あれなんで、そう、まあ、うん複数ロックっていうのがさっきあって言ってたと思うんですけど、うんまあ、ここだったら狙いやすいのは、この一番手前のやつ、動くやつと、高台のやつと、あとまあなんか、まあまあもう一個ぐらいの感じだと思うんですけど、まあ、じゃあ、うまいこと3枚ロック見せてもらって。そうだな、ちょっとミスったんなんですけど、軽くこれで、まあここちょっと2枚ロックになっちゃったけなっど、ちゃったけど、むずいな。まあ今のイメージだよね。あ、そうそうそう。2発目を違うところ持ってって、また1個他のやつ戻すみたいな。そう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 。一個ずつしっかりこの視線を動かして、こういう感じ。ああ、うまい。うまいね。今のだとちゃんと3つ狙ってくれてるみたいな。じゃあ結構3枚ロックすると意識することとしては、うん。ちゃんと2体目を入れるっていうよりも、1体目をカメラから外すっていう意識の方が必要なんだ、これ。そうだね。当てるっていうよりかは、外して、ひっつかせる。うんメガホンを。入れたくないやつを見ないってことがそう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 。そっちの方が結構近いっすね。そっちの方が大事なんだ。いや、確かに、ギュッて密集してるところで、ただチャージャーに俺を当てたいんだみたいな時に、割とまっすぐ見ちゃって、全部チャーの前にいるシューターとかこっちになんのみたいなの、あったもん。うん。ちゃんとダメなんだ、そうカメラを外でされるそうちゃんと結構カメラを動かさないと難しいっていうね。と。これはね、アップデでね、完全に外してさ、1枚目ロックさえちゃんとすればさ、うん。カメラ後ろ向いてもさ、最悪、1枚目ロックした人に全部言ってくれるようになったじゃん。そうですね。だからちょっとやりやすくはなったよね。リスクをちょっと背負って、目線外しやすくなったから。うん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 。多分だけど、考えすぎると普通になんかこの普段の立ち回り部分が狂ったりすることもあると思うんで、まあすごい簡単にこうメガホンを生かす方法で言うと、例えば相手にカニタンクがいましたっていうのだと、相手がカニタンク吐きました。それに対してメガホンを3つカニタンクに当てます。っていうのだとこれすごく簡単に刺さりますね。一つターンとして。しんどいね。横歩きしてたら当たんないんだけどさ、一応。でもカニタンクの横歩きってまあまあ速いからさ、割と左に歩いたとしたらさ、壁についちゃって、メガホン避けるためには一回右に動かなきゃいけないんだけど、打ちっぱなしだとさ、ちょっと当たって右行かなきゃいけないから、割とリスクしょうがなきゃいけなくて、俺は結構自分級でカニ使うから、実際めんどくさいね、あれは。多分そうだと思いますね。まあ最悪、そう、本当に当たってくれるし、最悪、誰にも当たんなかったとしても、意外と仕事するんで、メガホンって。まあ、触ってくれるだけでもね、
そう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 、なんとなく、そう、何もメガホン入れなくても、こういう風に横に動いてくれるじゃないですか。まっすぐだもんね。まっすぐで。これも十分強いんですよ、これ自体も。まあ止まってる的にこれでも28ダメージ入ってたから、武器によっては確定数変わってくるし、やっぱちょっと食らっただけでもさ、相手目線回復したいって思うから、そう回復したいと思ったりとか、うん、避けなきゃとかって、そうそうそう、ちょっと自分、動けない時間出てくるよね、やっそう、ぱ。自分が狙われてるのかもみたいな感じになったりもしますから。味方と重なってる時とかさ、はい。どっちだってなる時ある。いや、ありますね、ありますね。でもまあ今日の、その、この解説聞いて、どっちだってなったら多分前にいるやつをロックしてるんだなってのは分かった。そうですね。だいぶ前にいるやつが優先されることが多いと思いうん。ます。逆にさ、はい。ロックしない方がいいスペシャルってあったりする。このスペシャルにメガホン打っても意味ないよな、みたいな。で言うと、ジェッパとかは打ちたくないの？いや、ジェッパーケゴを僕入れますね。入れた方がいいんだ、ジェッパはい。そうですね。ー。まあ、割とスペシャル来たら入れちゃって、食アンダーとかは食アンダーは入れないですね。入れないっていうか、入れる、まあそうですね、入れないですね。まあ、低フ以下はもちろん入れないじゃん。というか入れないですね。無敵だからね。そう。サメライドに対して結構強くない？強いですね。あれなんか、入れた方がいいだけど。うん。なんか、でも、入れるとしたら僕は3つじゃなくて2つとかですね。あー、ち2ょっつサメライドといくね。をもう一人別の敵みたいな。うん。もう一人別の敵みたいなね。そう。結構固めててさ、まあエリアサメライド超強いじゃん。はい。サメライドを敵入れて、サメライド直後倒して、その試合勝ちみたいなさ、うんうん結構あるなって。ちょっと、ガエン使ってる時だけど。うん。はいはい。じゃあ基本的にまあ、攻撃が当たるスペシャルを相手が使ってきた時は入れていいって印象なんだ。そうですね、割と入れていいですね。けど、うん。大体の武器なんです、武器というかスペシャルなんでうん。すけど、カニタンクは結構3枚でもいいんですけど、3枚うん。とか3つ入れてもいいんですけど、マジで1つの敵とかに3つ入れることは本当に少ないです。ああ、もったいないんだ。もったいないですね。なるほどね。1つの敵に3つはマジで入れないですね。だいたい2つ。このまあ、敵を一明確に本つ倒したい。くだけでもね、そう。こちゃんとの敵避けなきゃいをけないから。明確に倒したいっていうのがあうん。れば、2つぐらい、本当に。最後にですね、その武器が生きるステージやルール、あとその理由なんですけど、これはね、結構素早く言えると思うんですけど、はい。うん。これは、ステージは、まずステージからいきましょうか。ステージは、マテ貝、ネギトロ、マテ貝、ネギトロ、バイ貝、昆布など、ほう、などなど。などなど、正直、いろいろあります。結構いろんなステージ強いです。なんだかんだで。じゃあ逆に、やりたくない。やりたくないよ、みたいなステージは。は、これはね、おひょうとチョウザメかな。ダメなんだ、そこ。おひょうとチョウザメとかは、こう横に広すぎて、うん。こう、例えばさっきのシールドを置いて、そのシールドに近づいてって話をしたと思うんですけうんうど、んシールドを置いて、そのシールドに近づいたとしても、こう、横に広すぎて、それより手前側にめっちゃ敵が回ってきちゃう。あー、後ろいるかもがもうずっと拭いきれないんだ。そう。それが大きいので、うん。で、敵が、強いステージは、そう、強いステージ、このマテ貝とかネギトロ、バイ貝コンボっていうのは、うん。大体、例えばですけど、コンボだったら、これ右から敵陣地で入るじゃないですか。あー、もう思い切ってね、そう、入っ高台ルートっていうか、そう、とかに入った時に、正面にしか敵がいないっていう状況をすごく作りやすいんですよね。うそのん。ツールにシールドを置くことで。まあ、後ろから追いかけられたとしても分かりやすいもんね。そう、わかりやすい。手がネギトロ倍買とかっていうのは、こうやりやすかったりとか、うん。そういう状況にできやすい、しやすい。じゃあやっぱこの、
シールドが強いステージっていうのが、うん自然という評価上がってくる感じなんだ。そうですね。じゃあ、ルールですね。ルール強いルール。それはまあエリアが一番強いですね。エリアか。エリアなんで強いかっていうと、エリアってもう完全にそこにしかないじゃないですか、このオブジェクトというか。ああ、もう真ん中固定だからね。真ん中固定なんですよ。だから、ネギトロのがちょっと左右に動くくらいで。そう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 、うん。ぐらいなんで、こう、それもさっきのシールドと一緒なんですけど、敵が正面にしかいないっていう状況を作りやすいのがエリアなんですよ。うん。で、自分が、そこの、ある程度決めたラインより前に出なくていいっていうのもあるんですよね。そうだね。結構エリアで待ち構えるみたいな固めの仕方もあり得るもんね。エリアそうだと。出てもいいなんですけど、うん。出ないとダメではないんですよ。そうだね。ここが他のルールはルール結構との違い。ね、そう。矢倉矛あさりはね、前出ないとカウントが取れないっていう。そう。それがあるだけでちょっと評価落ちますね。自分から前に行くことで、後ろに敵が来ちゃうかもしれないっていう。とか、あと、シールドより前に出ないといけないっていうのが起きるんで、置いたらやっぱね、ちょっと動けない時間あるもんね。そう。他進まなきゃいけない3ルールはちょい弱めで、はい。もう一個ルールあるじゃないですか。ありますね。この前甲子園あった小学生部門、はい。決勝5-2対5-2、いや、いまおしたね。互いのチームに。はい。メロンさんからしたら、縄張り5-2はどうなんですか？縄張りはですね、ゴーニーガロンは、正直言ってちょい微妙です。ちょい微妙なんだ。で、僕が思うに、小学生大会の方で採用された理由は、うん。単純に対面性能が高いから。強かったね、どっちも。これは、自分たちがデスすることを考えないっていうか、この自分たちが強みを出せる前提で、あれは考えられてると思うんで、強みだけを考えたら、単純に素の対面性能が高い52っていうのは採用されると思うんですよね。出されたら嫌だもんね。そう。弱みを考えたときに、こうサブスペが単純に相手の何かのスペシャルとか合わせに対して仕事できるかって言われたら、そうではないじゃないですか。まあ、縄張りはちょっと評価が落ちるなと。さすがに。まあ、サブスペ、まあメインの塗りがね、強いっていう強みがあったけど、さすがにサブとスペシャル両方塗れないっていうのはね、はい。重たいよね、ちょっと。重たいですうんね。じゃあやっぱエリアが1番で、まあ、順位付けするとしたら、エリアが1位。するとしたら、エリア1位、矛に、ああ、確いやかに矛は。矛かアサリで迷うっすね。アサリはね、確かに前で維持するのがすごい強いから、インが強いじゃないですか。うんまあ、難しいっすね。まあまあ、まあそこ同率2位で、じゃまあ、あ。同率2位ぐらいで、今、矢倉が、まあ、4位かな。ヤグラ4位で、縄張りが縄張りが5位かな。一番、ダメなんで一番。まあ、ちょっと、あれっすね。まあさすがにもっといい武器があるんじゃないかっていう、じゃあ、そう。5にである必要がないみたいな風になっちゃいがちですね。なるほどね。デコもあるけどね。ちなみに、デコは縄張り結構強いです。デコだと縄張りが上がってくるんだ。だいぶ上がってきますいや、あれね。は面白いセットだよね。いやー、いいカーセッリング、トですね。隅流シートっていう。うん。俺はぜひ西沢学園さんに使ってほしいんだけど。そうなんです。我らが吉本ゲーミングのね。はい、そうですね、先輩のね。いや、いつだかのね、イベマだったかなんか、大会だったか忘れたけど、スパイガジェットでね、素晴らしい抜けを、大会かなおー。スパイガジェットでね、隅流シートを生かした素晴らしい抜けをね、それこそマテガイ放水路で見せてくれればね、それを5-2でやったらまだメインの塗りが強いから。メインのノリも強い上に、カーリングなんでめっちゃ抜けやすいんですよ。めちゃ抜けやすいからさ。俺は我らが西沢学園。ぜひ使ってほしいなと思うんだけど。いやー、面白かった。いやー、だいぶ長くなりましたね。ちょっと俺気になっちゃって。
すごいね、こう深掘りしましたけど、そうそうそう、メロンの考えを知りたくて、やっぱ、やってるところがあるから。まあでもこれがね、ピックスのね、コンセプトというかね、分厚い教科書が。表紙、ゴーニーガロンって書いてあるね。そう、最後ちょっとだけゴーニーガロンでこのまあ話話が1ページにだけあるっていう。1ページだけ。まあちょっとだいぶ長くなりましたが、いかがだったでしょうか。もう俺は大満足だけどね。しかもこれからメロンのゴーニープレイ実際に見れるっていうことで。そう、この後ね、ちょっと、実践編ということで、プレイ動画もね、見せていこうかなと思うので、よかったらそちらもご覧くださいということで、これからもね、どこよりも深い攻略をお届けしていきますので、ぜひぜひチャンネル登録、高評価、コメントの方をどうぞどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで、スプラトゥーン攻略チャンネルスピックスのメロンと、ダイナモンでした。ありがとうございました。ありがとうございました。